コンビニが閉まってるよ。21時で閉まってしまうみたいです。軽く飲み物など調達したかったのですが残念です。近くにコンビニあったっけ？駅前にあるみたいだけど出たくないよ。夜ですがまだ暑いですからね。飲み物くらいなら船で買うことにしましょうか。こんばんは。ここは敦賀駅。今日はこれからフェリーで北海道へ向かいます。フェリーターミナルまでは徒歩禁止の場所があるので、今日は連絡バスを使ってターミナルまで向かいます。バス乗り場にやってきました。船に乗る人かな。あっちに7、8人くらい並んでいる。フェリーの徒歩客にしては多いのかな。夏時期の北海道便は旅客が多いそうなのでこんなものだと思いますよ。バスに乗りました。バスは IC カードなどの設備もありましたが、この便は現金払いのみのようです。結局乗客は8人だったね。多いといえば多いのでしょうか。徒歩乗船でも自家用車の同乗者という場合も多いので、完全な徒歩客としてはまあまあ多いような気もします。トンネル。フェリーターミナルまではトンネルを越えないといけませんが、このトンネルが歩行者通行禁止なんですよね。これがなければ歩いてターミナルまで行けるのですが、歩道もない夜道だし、バスがあるなら使った方が良いと思うよ。廃線跡などもあるのでできれば歩きたい道ではあります。暑いし私はバスかな。私もバスに1票。トラック置き場が見えてきて、ターミナルが近づいてきました。乗船だって言いたいけど待つんだよね。時間的に30分くらいは待合所かな。いつも通りという感じでしょうか。レストランは閉まってる。乗船までは1時間か。みなとちゃん、待てる。なんかお母さんみたい。椅子でゆっくりしているよ。お、また見てる。トレーラーが入っていくね。積み込み風景を眺められると時間つぶしになります。いつ見てもトレーラーが入っていくところは楽しいです。なんかわかる。あっちにタンクがいっぱい並んでいるよ。牛乳のタンクですね。北海道航路の積み荷では生乳はかなり多いそうです。牛乳、ヨーグルト？やっぱりちょうど積み込まれるところです。おお、あの中に牛乳がいっぱい。北海道行きなので中身は空じゃないですかね。牛乳、ヨーグルト、牛乳、ヨーグルト。多分中身入っていないですよ。でもなんかワクワクしない？ちょっとわかる。フェリーと牛乳は意外とつながりがあるそうです。新日本海フェリーは船の高速化で長距離でも1日1往復運航を可能にしましたが、本州行きの牛乳輸送はその恩恵をかなり受けているそうです。フェリーの高速化で本州行き牛乳の輸送量が増え、現在では道内の消費量の 1.4 倍が同倍で消費されているそうです。牛乳のタンクは太平洋航路だとあまり見なかった車だよね。太平洋航路だと釧路からローロー線が就航しているので、ほとんどそちらで輸送しているのかもしれませんね。曲がりきった。国連丸だっけ？旅客は乗れないんだよね。秋田市売店へ行かない？恐竜。福井名物ですね。買ってく。多分船では売ってないよね。こちらはフェリーグッズですね。これはフェリーでも買えるね。海上保安庁グッズだって。確か舞鶴は海軍だったよね。港町らしくて面白いですね。結局何か買ったの？迷いましたが買いませんでした。船でも買えるかもと思うとちょっと迷うんですよね。この模型って今日乗る船？多分そうです。舞鶴から乗ったアカシアとそっくりだね。今日はどんな部屋にしたんだっけ？ちょっといい部屋にしました。良い部屋？楽しみ。それでは行きましょうか。おお、なんか開放感があるね。一面ガラスなのが新鮮です。ちらりと見える新日本海フェリーのファンネルがかっこいいです。なんか船内がキラキラしてる。水栓。つい立ち止まってしまいますね。すごい玄関って感じ。謎モニュメント。淡い光で落ち着く感じなのかな。ちょっと芋虫っぽく見える。私たちの部屋は上です。キラキラしてる。他の新日本海フェリーの船でもそうだけど、新日本海フェリーらしさがあるよね。お、まだ登るんだ。本当にいい部屋なんだね。うさぎちゃんなら部屋番号がいいですとか言うかと思ったよ。何ですかそれ。本当にいい部屋なんですから期待してくださいよ。一番上の階って初めてじゃない？すごく楽しみ。ちょっと高級感があるね。実際高級なのでその通りという感じですね。結構奥なんだね。この船では個室にトイレがあるのはこの階だけなので、それなりに人気もありそうです。もう少しです。こ
こです。広い。今日のお部屋はデラックススイーツインです。デラックス。ベッド以外にもソファがあるんだ。ベッドもちょっと大きくない？多分セミダブルくらいのサイズですよね。備品に除湿機があるんですね。ソファーだ。なんていうか、これだけで上級泉質ってことがわかるよ。リッカさん、上級泉質らしいのはこれだけじゃありませんよ。お風呂。シャワーだけじゃなくて湯船があるんだね。太平洋フェリーの特等みたい。等級的には多分同じですね。船の中でも高重視できるのは上級泉質の良いところです。うさぎちゃん、まだ何か隠してない？確かに太平洋フェリーの特等だと全面展望が楽しめたし、この船でも展望があるんじゃない？もちろんです。さすがに全面展望ではありませんが、この部屋にも展望テラスがついていますよ。なんか頑丈そうなドアだね。テラスなので外に出ましょうか。おお。と言ってもまだフェリーターミナルだけどね。でも部屋から外の景色を楽しめるのは良いね。出港したら風を感じることもできます。個室のテラスは景色を独り占めしているようでとても気分が良いです。オープンデッキだと景色を共有する感覚だけど、ここだと本当に独り占めだね。とりあえず室内に戻りました。シングル個室とかに比べると本当にホテルみたいだね。出港までは30分くらいありますがどうしましょうか。せっかくだしシャワー浴びようかな。この部屋だと出港はテラスから見たいですよね。確かにこの部屋じゃないと体験できないよね。まあお茶でも飲んで出港を待ちましょうか。うさぎちゃん、部屋から出たくないんでしょ。これだと部屋の中の方が快適じゃないですか。ベッドもふかふかですし、今すぐ眠りたいくらいですよ。気持ちよかった。2人とも寝てるし、うさぎちゃん、りっかちゃん出港ですよ。まあいいや、私だけで出港を独り占めしちゃおっかな。ロープが外されている。この笛を聞くと旅の始まりって感じ。荷物を託して行ってこいって言われているみたい。この引っ張られるロープっていつも気だるそうなんだよね。出港してるじゃん。うさぎちゃん、出港だよ。マジですか。見てました。動き出した。ゆっくり岸壁から離れていく。もう出港しちゃいましたか。すっかり寝ちゃってたよ。汽笛で起こされたでしょ。ヨーグルトに溺れる夢を見ていました。何それ。多分リッカさんのせいですね。何も知りません。あれ、サイドスラスターが止まった。水力を調整しているのでしょうか。ちょっと面白い動きですよね。また動き出したみたい。少しずつ岸壁から離れていくね。少しずつ離れていくターミナルが旅の始まりを感じさせてくれますね。夜の出発だけど、ターミナルが明るいと活気を感じるね。明るく見送られているみたいです。操舵室に人がいる。あちこち見渡しているみたいです。夜の出港だと防波堤とか見つけるの大変そうだよね。サーチライトも使っていましたね。青白い光でかっこいいね。リッカさん、だんだんスピードが上がってくるこの波って綺麗だよね。なんかモコモコしてる。これくらいの波が柔らかさもあって綺麗に見えますよね。あ、またライトで確認してる。青白い光が美しいです。防波堤を確認しているのかな。線をなぞるみたいに光を当てているね。サーチライトってどれくらい明るいんだろう。夜空に浮かぶ鉱石は良いです。とても夜を感じます。うさぎちゃん、不夜城。敦賀の工場夜景ですね。見えているのは火力発電所なので夜も稼働中なんでしょうね。すごい存在感。ゆっくりと旋回しながら敦賀港を出港です。真っ暗だけどぶつからないのってとても不思議。確認しながら航行しているから当たり前だけど、こうして乗っていると凄さを感じるよね。灯台がないと防波堤があるかもわからないよ。敦賀の街並みは意外と明るいですね。舞鶴と敦賀では舞鶴の方が人口が多いですが、海から見ると敦賀の方が栄えているように感じてしまいます。街が山と海に囲まれているし、市街地が海沿いに密集しているのかな。新幹線も開通したし、敦賀の方が便利なのかもね。見上げると月が見えています。今日はほぼ満月なのでとても明るいです。自分の部屋から夜空が見えるってすごい贅沢だよね。
引き波がだんだん荒々しくなってきたね。いよいよ本格的に航海って感じだね。少しずつスピードが上がっているんですね。日本海の韋駄天と呼ばれるフェリーですから、まだまだゆっくりなんでしょうね。港の外には結構貨物船がいたようですね。バラ積み貨物かな。どこからやってきたんだろう。国際貨物なら日本海沿岸のどこかでしょうね。こっちの船はすごい明るいよ。船上で作業でもしているのでしょうか。イカでも釣ってるのかな。街から離れて暗くなってきましたね。夜の出港ってやっぱりしんみりしちゃうな。確かにちょっと寂しさがあるよね。これから出発なのに不思議だよね。そういえばこの部屋ツインだけどうさぎちゃんの部屋は。私は隣の部屋です。一人でこの部屋は寂しくない？楽しかったね。もう夜も遅いしお風呂入って休もうか。そうですね。みんなシャワー？私は部屋に戻ってシャワーにします。さっぱりしたわ。あれ、電気消していたんだ。ちょっと雰囲気あるでしょ。確かに景色を独り占めって感じ。みなとちゃん眠くないの？だいぶ眠いけどワクワクで目が冴えてるんだよね。深夜テンションだね。うさぎちゃんかな？来ちゃいました。これだけ広いと一人は寂しいよね。うさぎちゃん、何か食べる？何か買いましたっけ？言ってみただけ。何ですかもう。まだ船加速しているのかな？少しブルブルしてるよね。大きな生き物に乗っている気分です。明日日の出見れるかな？港さんが起きれるとは思えないです。確かに。じゃあ朝まで起きてよっかな。初日からそれはやめて。もう夜も遅いですしお休みにしませんか？まだお話ししたいな。港さんは海とでも会話していてください。うさぎちゃん、一緒に寝ようよ。冷たいな。おはようございます。時刻はだいたい8時です。結局日の出は見れませんでした。ああ、すっかり朝だ。むしろテラスからはこれくらいの朝日の方が綺麗かもしれませんよ。溢れる日差しからエネルギーをもらえます。充電、光合成、パワー。みなとちゃんは充電待ちかな？ちょっと寝不足だよ。レストランが開いたみたいだけど朝食どうしようか。今日はパンを持ち込んでます。テラスから海を見ながらの朝食。最高だと思いませんか？いいね。優雅な朝だね。ところで、今どの辺りを走っているんだっけ？佐渡島の沖合じゃないですかね。意外と進んでいないのかな？だいたい全行程の1/3の1といったところですね。それなりに進んでる。なんかわからなくなってくるよ。速度は時速50キロくらいですがずっと止まりませんからね。陸上ではできない進み方だと思います。波もないし全然揺れないね。この部屋だと本当にホテルにいる気分だよ。ちょっとしたリゾート気分ですよね。水平線がちょっと丸く見えるのも海って感じ。そういえば、この航路でも姉妹船と行き合うの？案内には10時頃行き合うって書いてましたよ。まだちょっと時間もあるし、船内散策する。あれ？正直部屋が快適すぎて出たくない気もします。ゴロゴロしたい。まずはフォワードサロンです。今日は結構混んでるね。時間にもよると思いますが、この便では結構利用者がいました。こんなに混んでるフォワードサロンはちょっと新鮮。次はどこに行こうか。シアターにプロムナード、オープンデッキもあります。じゃあオープンデッキに行こうよ。一番後ろですね。選手のフォワードサロンから船尾のオープンデッキか。200メートル近い移動距離です。この船も224メートルだからかなり大きいんだよね。着きました。200メートルの移動は結構遠いね。オープンデッキは他の船でも見た感じだね。屋根の形とか船尾の形はアカシアそっくりだね。オープンデッキは風を全然感じないけど、この船も結構速いんだよね。最高速力 27.5 ノットの高速船です。だいたい時速50キロだね。そろそろ姉妹船とすれ違いますね。それじゃあ部屋に戻ろうか。大あれが姉妹船かな。少し遠いけど見えてきたね。新日本海フェリーらしいシルエットです。後ろの方すごい水しぶきじゃない？あちらも爆速で進んでいるようですね。ファンネルはそんなに大きくないかな？あっという間に横までやってきたね。やっぱりいい形をしています。
パッと見ただけで速そうな船という印象があります。ちょっと護衛艦みたいな雰囲気があるよね。船体が長い分シャープな印象になっているのかな。いかにも高速ですって見た目だよね。行っちゃったね。20時間の航海でせいぜい数十分しか顔を合わせられない姉妹なんですよね。そう聞くとなんか複雑。織姫と彦星みたいでロマンがあるんじゃない？ほとんど会えないのは寂しいかな。なんかしんみりしちゃったけど、海が綺麗じゃない？海中に差し込む光が透けて見えるみたいですね。船の影だけ動かずについてくるのが楽しいね。乗り物から出る影ってつい見てしまいますよね。さて、船内散策の続きをしましょうか。続きはロビーからだね。このモニュメントは存在感があるね。ちょっと吹き抜けスペースが広くない？手すりの金属管などは他の船とも同じですが、ちょっと開放感のあるロビーですよね。いかにも大きい船って感じかな。お次はゲームコーナーです。まあまあ広い。リズムゲームやシューティングゲームが目立ちますね。クレーンゲームの景品は無難な感じ。広さはありますがちょっと窮屈さがあるのはなんでなんでしょう。ゲームコーナーと同じ階にスポーツルームがあるんだね。この船では海を見ながら運動できそうです。なんかかなり混んでいたね。運動好きな人がたくさん乗っていたのかも。なんか喫煙所みたいなコーナーだね。ここはカップ麺コーナーです。ジャンボフェリーのうどん専用席みたい。相部屋利用の時は気兼ねなくカップ麺を食べられるので嬉しい部屋かもしれません。カップ麺の自販機ここにあったんだ。いかにもここで食べてくださいって感じ。カップ麺見ていたらお腹空いてきたよ。時間もちょうど良いですし、レストランに行きましょうか。この船もタッチパネルで注文するみたいです。席でゆっくり選べるから楽だよね。なんかメニューに見覚えがある気がする。同じ新日本海フェリーの船だとメニューも同じみたいですね。どれにしよう。ドン。イカ丼ですか。なんか生ものの気分。たまにあるよね。とろろに卵も乗ってて豪華じゃない？絶対美味しいやつですよ。醤油をかけていただきます。美味しい。イカはしっかり噛み切れるし、なんかすごい出汁が効いてる感じだよ。イカ丼は海鮮だからお得感もあるよね。他のメニューと比べても価格差ありませんし、ちょっと値段設定が不思議なところもあります。美味しかった。せっかくだし売店寄っていこうよ。漬物。イカ団子もあります。クマ。シマエナガ。ラインナップは他の新日本海フェリーと同じですね。同じ会社だもんね。部屋に戻る途中、シアタールームが開いていたので入ってみました。なんか本格的。14時を過ぎ、船は青森県のへなし沖合を航行しています。またゴロゴロしてる。船はもう少しで津軽海峡に入るところです。左に下北半島、右に津軽半島がそびえる青森の地形がよく見えます。国際海峡だからか、すれ違う船も増えてきました。大きな貨物船は遠くからでも迫力があります。船の種類もコンテナ船やばら積み船など、多種多様な船が見られ面白いです。少し小さな船がいたと思ったら青函フェリーでした。青森へ向かっているみたいです。目を凝らすと津軽海峡フェリーもいました。少しわかりづらいですがイルカのマークが見える気がします。オープンデッキにやってきました。左舷側には北海道の遺産が見えています。標高は618メートルと高くはありませんが、海上からはとても雄大な山に見えます。少しカフェスペースで休憩します。この時間はカフェの営業時間外ですが、少しおしゃれな空間で一息つくことができます。夕食の時間です。まだ17時だけどもう開いたんだね。少し早く到着するみたいなので繰り上げて開店したのかもしれませんね。ちょっと気になるしこれにしようかな。グラタン。グラタン。期間限定メニューだね。美味しい。見た目グラタンですがカレーですね。なんかグラタン食べてる感じ。ちょっとスパイシーだからカレーなのかな。ご案内いたします。本線は帝国より30分ほど早い20時苫小牧東購入港の見込みです。これに伴いレストランを18時30分ラストオーダーとさせていただきます。早くレストランが営業していたのもこのためかな。お腹空いてたしありがたい。30分も早く着ける性能の船なんですよね。
ようやく日が沈んできたね。この時期は日が長いです。新日本海フェリーだけど今は太平洋なんだよね。小樽行き航路の方が夕日は綺麗ですね。少しして苫小牧東港構内に入ってきました。ずーっと長い防波堤が続いている。苫小牧西港より長い。苫小牧東港は波を遮れる形ではないので防波堤で守っている感じですね。もともと工業港として作られたので大型船が多数停泊できるようにしたのでしょうか。やっとフェリーターミナルが見えてきた。トレーラーがたくさん止まっているね。新潟航路が出発した後なのでその荷物もありそうですね。牛乳のタンクもたくさんあるよ。すごいですね。小樽とはまた違ったターミナルの風景です。ご連絡いたします。本線間もなく着岸いたします。徒歩にてご乗船のお客様は出船の準備ができましたらロビーにてお待ちください。うわ、名残惜しいよ。快適でしたがそろそろお別れですね。ああ、着いちゃったな。今回はいい部屋だったからなんか旅が終わるみたいだよ。今日はホテルに着くまでが移動ですよ。まだ2時間かかります。札幌？札幌です。頑張るか。とりあえず着いた。来ました。ご視聴ありがとうございました。